無礼様、大変です。あのアニマ公国がヘッセ家と和平条約を結んだとの方が入りました。うっしょ、マジやばいじゃん。あの狂犬エルビアとトラシオが握手したってこと？我がアンボイス家の領地はちょうどヘッセ家とアニマ公国に挟まれております。もしもあの2国が手を組んで攻めてきたら、うちは一瞬で更地になりますよ。もう引っ越そうよ。どっか遠くの安全なバイオームにさ、荷物まとめてキャラバン組もうぜ。無理に決まってるでしょう。資産も領民も置いてどこへ行くんですか。どうすんのどうすんの。まだ攻めてこなくても、今になったエルビアちゃんが嫌がらせしてくるよ。絶対来るよ。この際、アニマ公国と正式な軍事同盟を組んで強力な後ろ盾になってもらうしかないですな。できんの？そんなこと？無礼様、当家にはあのお方がいるではないですか。あ、そうか、エレナちゃん。僕の自慢の超美人の娘がいたじゃん。恐れ多くも賢くも、天の恵みを一身に受けし勇敢なる偉大なるトロス王におかれましては、本日のご機嫌麗しく、こうしてご尊願を拝し奉る機会を賜りましたこと、私めにはこれ以上の誉れはございません。いつぞやのキャラバンの件以来だな。その説は、我が拠点の不手際で貴殿らの民を危険にさらした。改めて詫びよう。滅相もございません。過分なる賠償金、さらには傷ついた者たちへの慈悲深き手当。我が主無礼もトロス王こそ真の西洋なりと、寝食を忘れて涙を流し感謝しておりました。ちょっと値上げしてきたな。堅苦しい挨拶は無用だ。徳志殿、多忙の身であろう。単刀直入に要件を伺いたい。はは、実は、両家の絆をより一層深め、永遠の安寧を築くため、トロス王のご長男、英明なるロゴ様と、我が主が慈しみ育てました長女エレナ様のご婚姻をご提案したく、まかり越した次第にございます。婚姻だと？はい、ロゴ様は18歳、エレナ様は17歳。まさにお二人の門出にふさわしき良き年頃。これぞアニマの神が導きし良縁かと存じますれば。ふむ、わかった。急な話だ。こちらも重臣らと協議せねばならん。追って返答する。わかりやすいですね。ヘッセ家との和平交渉を聞いて、アンボイス家は震え上がったんでしょう。だろうな。だが、これを機に何らかの条約を結び、西側の守りを厚くするのは悪い話ではない。ええ、将来的にヘッセ家と再び火花が散った際、その中間にあるアンボイスの領地は、格好の干渉地帯になります。今のうちに取り込んでおく価値は十分にある。ロゴ様も18歳、王族の嫡男としては、そろそろ身を固めても良い時期でしょう。悪い縁ではないと思いますが。ロボか、まだ早いような気もするが。まあ、いきなり結婚とはいかなくても、お見合いの席くらいは設けても良いのでは。あの徳志、よよい返事をもらうまで一歩も動かない構えですよ。そうだな。まずは顔合わせ、といったところか。エレナちゃん、やったよ。おめでとう。あのアニマ公国のトロシオが、ロゴ君とのお見合いを許可してくれたんだよ。お見合いですって？お父様、急に何をおっしゃるの？どこの誰とも知れない殿方と、この私が。アニマ公国の第一王子だよ。これでアンボイス家は強力な後ろ盾がもらえるし、もしエレナちゃんが結婚したら、将来、君の子供は広告の王様になれるんだよ。すごい話だろ。いやよ、あそこの王族って、アニムセンとかいう獣人なんでしょう？なんでこの私が、イータキンみたいなケムクジャラの毛玉と結婚しなきゃいけないのよ。絶対に。いや。違う違う。全然違うよ。あそこは耳と尻尾がちょっと生えてるだけで、他は人間と変わらないんだよ。イータキンとは月と尻尾、毛の量も匂いも全然違うんだって。獣は獣じゃない。いやよ。お皿に顔を突っ込んで生肉を食べるような種族と交わるなんて、想像しただけで寒気がするわ。まあまあ、そう言わずに。ほら、ロゴ君のプロフィールと症状画をもらってきたから、見てみてよ。きっと気に入るよ。ねえ、すごいでしょ。頭も良くて、海の腕も一流。それにほら、見てよこの顔。びっくりするくらいのイケメンだよ。やだ、信じられないくらい、私好みの王子様じゃない。っていうか、めちゃくちゃイケメン。まあ、肖像画なんていくらでも修正できるものね。でも、まあ、そこまで言うなら、会ってあげないこともないわ。本
じゃあ早速準備を。勘違いしないで。あくまでお見合いなんだから。もし本当にお空に顔を突っ込んで食事をするような野蛮人だったら、その瞬間に帰らせてもらいますからね。兄上、お見合いなさるんですか？そうみたいだよ。今朝王から一方的に告げられた。どんな人が来るんでしょうね。楽しみですか？楽しみなものか。俺はチェスの駒なんだよ。レグは誰かの手によって盤上に置かれ、最適な場所に配置されるだけの代わりの利くポーンだ。今回のことも俺への相談なんて一度もなかった。全部王と重臣たちだけで勝手に決めたことなんだ。兄上、母上ですら何もおっしゃらない。俺が何を思い、誰を大切に思っているかなんて、あの人たちの盤面には映っていないんだろうな。すまん、らしくない愚痴を言ってしまったな。僕は兄上の味方です。僕は力もなくて、兄上のために何かを変えることなんてできないけど、でも話を聞くくらいはできます。だから。ありがとう。その言葉だけで十分だよ。参った。俺の負けだ。強くなったな、レグア。兄、食べる？まだ酸っぱいんじゃないかな。かもね、アム。わあ、酸った。予想以上だわこれ。ほら、やっぱり言った通りでしょ。元気出しなよ、兄。そんな顔してると、このリンゴみたいに酸っぱい顔になっちゃうよ。元気だよ。ただ、少し考え事をしてただけ。大丈夫。ロゴニーは、きっと兄を選ぶよ。会ったこともないお姫様なんか、目じゃないって。そうもいかないよ。王様になるんだもの。私の気持ちだけで、みんなを困らせるわけにはいかないよ。なんでよ、トロス王だって、巫女のロビ様と夫婦じゃない。自分たちだけずるいよ。好きな人と一緒にいたって、王様はできるはずだよ。ねえ、兄、いっそのことさ、二人で駆け落ちしちゃえ。キャラバンに紛れてさ、こっそりこの国を出ちゃうの。手伝うよ。荷物の準備も、見張りの目をそらすのも任せて。無理だよ。ライラ、ロゴニー様は、この国を見捨てたりしない。それに、私もいつか、この国の巫女になるんだもの。ふう、おい、開けますよ。お、すげえ、へっせけのやつは本当に払いやがった。正直、かなりの額をふっかけたと思ってたんですがね。当然だ。王たる者の約束だ。しばらくレンズ豆のスープしか食べられなくなろうとも払うに決まっている。ラーゴ、この金は1枚も残さずプリシラとあの時のキャラバン隊の遺族たちに配れ。すぐに財務官に行って手配させます。あれ、手紙が入ってますよ。納品書か。事務的なものなら財務官に渡せ。いえ、風浪がエルビラ個人のもののようです。新書ですね。読み上げてもよろしいですか？あ、構わん。聞こう。親愛なるシオオトロス殿。先日は実に楽しい時間をありがとう。あんなに熱く燃えたのは久しぶりで、私、しばらく興奮が収まらなくて大変だったわ。トロス様、まさかあの和平交渉の裏で、へっせけのそんなわトロス様けあるか。額に聞け。俺は潔白だ。分かってますよ。でもその手紙、ロビ様に見つからないようにした方がいいですよ。すぐに燃やす。あの女、くだらない嫌がらせをしよって。ねえ、トロス。どうしたロビ。へっせけのエルビラ様からのお手紙。なんであんなに慌てて燃やしちゃったの？何の話だ。そんなものは知らん。何かの見間違いだろばあちゃんの目と耳に入るものは私にも入るのよ。忘れた？う。しまった。違うんだロビ。あれはただの嫌がらせだ。
ああいう悪辣な女なんだ、奴は。ふん。本当だ。私は誓って不実な真似などしないぞ。クスクス。わかってるよトロス。ただ少し慌てる顔が見たかっただけ。まったく、お前にはかなわんな。でもね、ロゴのこともそうやって分かってあげてほしいの。ロボのあの子だって18歳よ。きっと心に決めた人くらいいるんじゃないかな。一度くらいあの子の本当の気持ちを聞いてあげなくてもいいの？聞く必要はない。トロス。俺とお前の時とは状況が違う。今のアニマ公国には一刻の猶予もない。あいつの背中にはこの国と民すべての命がかかっているんだ。そこに個人の感情を挟む余地はない。ロモもそれを理解しているはずだ。でもね、あの子の人生はあの子のものよ。王様だからって全部を捧げなきゃいけないなんて。ロビ、これは国家の存亡に関わる問題だ。言いたいことはわかる。だが理解してくれ。もしどうしても好きな女がいるなら即室にでもすればいい。幸いアニマの方では禁じられていないしなあ。トロス、どうしたの？なんでもない。少しずつが。トロス、しっかりして。トロス、